どうしてお前が。今回は不倫のご相談ですね。ちょっと待ってくれ。え？まさき、このお医者さんと知り合いなの？私の夫がお世話になっております。私の名前は舞子。35歳です。産婦人科医だ。医者として働き出した20代は、とにかく仕事に邁進していた。結婚もしたいと思っていたけど、そんなことをしている場合ではなかった。30代になると少し仕事にも慣れてきて落ち着いてきた私は、結婚について真剣に考えるようになった。婚活パーティーに参加してみたけど、医者という職業からなのか、声をかけてくる男性は、年収について質問してくるばかりで嫌気がさし、それ以外の人は、医者と聞くとそれ以上会話がなかった。婚活パーティーもダメならどうすればいいのだと悩んでいたら、久しぶりに中学校の同窓会があった。そこで今の夫、正樹と出会った。昔は特に目立つような存在ではなかったが、彼の周りにはたくさんの人がいた。彼は超一流企業に勤めていて、女の子たちが群がっていたのだ。30代にもなると結婚に焦っているのは私だけではなかった。二次会まで参加すると、やっと正樹と話すことができた。二人で話をすると趣味が同じだったり、仕事へのストイックさが同じで共感できることが多かった。それからお付き合いをして、交際3年で結婚した。結婚してもお互い忙しくて顔を合わせない時もあった。私も忙しい時は病院に併設されている医師宿舎に泊まることもある。ここ最近は忙しくて家に1週間帰れなかった。けれど今日は仕事も落ち着いたので家に帰ることにした。早めに仕事が終わったので、夫よりも早く家に着いた。家に帰ったことは連絡せずに、夫にサプライズで家にいることにした。夫も仕事が忙しく、定時で帰ってくることはないので、少しゆっくりしようと映画を見ていた。映画を見ながら部屋を見渡すと違和感があった。私たちの結婚式の写真がなかった。テレビの横に棚があり、そこに結婚式の写真を飾っていた。どこを探しても写真が見つからなくて、おかしいと思って探していると夫が帰ってきた。あれ？帰ってきてたの？そうなの。今日は早く仕事が終わったから家に帰ってきたんだけどさ、結婚式の写真どこに移動したの？あれね。明らかに動揺している夫。なんかもっといい場所があるんじゃないかなって思って考えてたんだよ。そう言うと夫はクローゼットの中から結婚式の写真を出した。ここならいいんじゃない？とキッチンのカウンターの上に置いた。それならクローゼットの中に入れなくても私と一緒に考えればいいのに。そうだけどさ、サプライズで変えてみようと思って。まあ、確かになくなっていて驚いたけどね。と一言言い、
それ以上何も言わなかった。そして夫は逃げるようにお風呂に入った。その間にもう一つ気になることがあるので見てみることにした。家に入ってきてからすぐに感じた違和感だが、なんだか甘ったるい匂いがするのだ。これは男性用の香水ではなく女性用だと思う。しかも夫は香水を使わないので、夫以外の香水ということは確定している。そして夫のクローゼットに行くとアウターから同じ匂いがするものがあった。きっと女性と接触した時についたものだろう。もしかしたら私が留守の間に浮気をしているかもしれない。そう思ったけど、夫を問い詰めることはまだこの時はしなかった。夫は頭がいいので、今問い詰めたとしてもきっと上手に言い逃れすると思った。言い逃れできないように証拠を集めた方が確定だと思ったのだ。今は全く何の証拠もないけど、この匂いは確実に怪しい。それに夫のあの挙動不審な態度。怪しすぎる。私は次の日、休憩の時間を使って更新所に向かった。依頼をして調べてもらうことにした。そして探偵の方のアドバイスで、家の中で気になることがあるなら監視カメラを仕掛けるのもいい方法と聞いたので、監視カメラを仕掛けた。それから夫の浮気現場を記録するために、私は医師宿舎に泊まり、数日経った頃に家に戻り、カメラだけ撮るとまた医師宿舎に戻った。監視カメラを確認すると、まるで我が家かのように家に入ってくる女性がいた。おしとやかで落ち着いていそうな女性らしい方だった。浮気なんてしなそうな清純そうな女性だったが、人は見た目じゃないんだと改めて思った。二人はリビングでイチャイチャすると私の寝室に入っていった。それからの映像はあまりにもひどすぎて見ていられなかった。そしてリビングの映像をよく見ると、やっぱり結婚式の写真がなかった。きっとこの女性が来るために片付けていたのだろう。私はカメラを投げつけ、冷静さを保つことができなかった。あまり怒るタイプではない私だけど、これだけは許せない。それからは夫にどう復讐しようかと考えていた。いろいろ考えていると、医師を目指して勉強していた時よりも頭がパンクしそうになった。そんな時に大学病院から連絡があった。応援で来てほしいという依頼だった。私は開業医ではないので、いろいろな病院から依頼されることがある。院長に相談して依頼された病院に向かうようなことが多い。他のところに行くといつもとは違う患者さんが来るので、それはそれで楽しいと思っていた。次の週に私は依頼が来た大学病院に向かった。いつも通り診察をしていると、入ってきた患者さんを見て私は驚きを隠せなかった。そこに立っていたのは監視カメラに映っていた浮気相手だったからだ。名前は
野々村奈美さんというようだ。調べなくても自らやってきてくれたことに驚いた。私は気が動転しそうになったが、患者さんだ。対応しなければと意思スイッチをオンにして診療を始めた。今日は不妊の相談に来たんです。奈美さんによると、婚約している男性がいて、子供を結婚する前に授かりたいと話しているそう。1年前から本格的に子作りを始めていたのだが、なかなかできないからどちらかに原因があるのではないかと思い、調べてみようと思って来たとのこと。相手は仕事が忙しくて一緒には来れなかったと言っていた。私は相手の特徴を聞いた。すると、一度結婚していた人なんです。前妻の方とも子作りをしていたそうなんですが、できなかったみたいなんです。でも、2年前に奥さんが他界したらしくて、結局、検査できなかったみたいなんです。結婚前に検査することをブライダルチェックって言うんですよね。そうですね。ちなみに、どちらかに問題があった場合は、どのように考えてますか？私たちはきっと子供に出会えると思うんです。だから、頑張って治療します。彼もそう言ってくれているから。奈美さんはとても前向きに考えているようだ。まるで浮気相手だということを知らないかのように純粋そうな眼差しで話を聞いていた。前の奥さんが原因だと彼は言っていたので大丈夫だと思いますけどね。と楽しそうに話す奈美さん。私はすでにこの世にいないことにされていたことも初めて知ったし、まさか不妊の原因にされているとは思いもしなかった。これには悲しみよりも呆れてしまった。私が驚いたのは1年以上も関係が続いていることだ。1年前から本格的に子作りを始めたということは、もっと前から関係が続いているということ。信じられなかった。とりあえず、頭の中は忙しかったが、目の前にいるのは患者。検査をした方がいいと伝え、検査の予約を取った。相手の方も一緒に検査をした方がいいと思うので、一緒にいらしてください。わかりました。けど彼、大手企業に勤めているから来れるかしら。なぜかマウントを取られたが、大手企業に勤めている彼は私の夫ですから。思わず言ってしまいそうになったが我慢をした。今まで悩んでいた復讐の糸口。やっと見つけることができて、忙しかった頭も少し落ち着いた。検査日に設定した日は、私は違う病院に出勤だったため、対応できなかったが、結果発表の日は見事に出勤日だった。私は復讐できる気持ちと、実際夫を目の前にした時に冷静さを保てるのか心配だった。そしていよいよ、夫と浮気相手を呼ぶ順番になった。看護師の方には事情を説明して出てもらうことにした。私が名前を呼ぶと浮気相手の後に続いて夫が入ってきた。不安そうな浮気相手とは裏腹に夫の顔はみるみるうちに青くなる。
どうして、お前が、夫はしまったという顔をしたが、もう遅い。え？お医者さんと知り合い？夫は何も答えず慌てている。夫が驚くのも無理はない。私はもともと A 病院に勤めていて、いろいろな病院に応援に行っていることは知っているけど、ここに来ていることは言っていない。まさかここで会うとは思っていなかったのだろう。浮気相手も戸惑っているし、夫は何も答えない。地獄のような空間で私は真実を告げた。今回は確か不倫のご相談でしたっけ？ご挨拶遅くなり申し訳ございません。私はそこにいる正樹の妻の舞子と申します。残念ながらまだこの世に生存しています。あなたの存在は最近知りました。まさか浮気をしていて子作りをしているなんて思わなかったので衝撃でしたが、あなたは知っていたんですか？浮気？何のことですか？そう話すと浮気相手は夫の方を見た。夫は私に対し小さい声で、おい、舞子、やめてくれ。と言っているが、どうしてやめなくちゃいけないのかわからない。そして、ここからが本題だ。まあ、夫の浮気はどうでもいいです。今回は結果を聞きに来ていただいたんですよね。はい。実は、私たちも子供ができなくて検査をしようと思っていたんですが、お互いに忙しくてできていなかったんです。だけど、私は自分に原因があるのだとしたら、早めに治療した方がいいと思い、検査をしたんです。結果から話すと、私とあなたは何の問題もありません。私とあなたはってことは、彼に問題があるってことですか？私は結婚当初から子供が欲しかったので、夫にも子供が欲しいことは伝えていた。夫ももちろん賛成してくれたので、子作りを頑張っていた。けれど、なかなかできなかったので、検査をした。早めに治療した方がいいことは分かっていたので、夫よりも先に検査しておこうと思っていたら、私には何の問題もなかった。そして今回、検査に来た夫の結果を見て納得。夫が不妊の原因だった。婚約者でしたっけ？はい。婚約者の男性が無精子症でした。嘘。治療をされるならお話をしますが、どうされますか？ただ、そちらにいる彼はほぼ 100% の割合で妊娠は不可能かと思われます。私は何事もなかったかのように仕事を始めた。医師として淡々と結果だけを伝えた。ちょっと考えます。すみません。そう言うと二人とも、この話をしたいのではなく、違う話をしたかったのだろう。何か言いたげに、ずっと診察の椅子に座っていた。どうするのか決まったら、またいらっしゃってください。お大事にどうぞ。そう言って、半ば強引に出て行ってもらった。
それからも医師として淡々と仕事をした。女性とのツーショットを見た私はもう吹っ切れてしまった。そして仕事が終わり、家に戻ると夫が正座をしていた。ずっとしていたのか、私が帰ってきたのが分かったからしたのかは分からないけど、正座くらいで何が変わると思ってるのだろう。すまなかった。でも、これは。私は全部知っているけど、どうする？言い訳でもする？夫が言い訳を始めそうだったので、私はかぶせ気味に夫を追い込んだ。今日は驚いたよ。まさかあんな形で見つかってしまうとは。あなたにはがっかりよ。それで、どういうつもりなのかしら？そう伝えると夫は土下座をしながら事の経緯を話し出した。関係は1年半続いている。浮気相手は夫の会社の取引先の社長の娘。とても大きな会社だそう。夫の会社も大きいが、結局社長にまで出世できることはない。けれど、社長の娘と結婚できれば、いつか社長を継げるかもしれないと思った夫は、子供ができないことを私の責任にして離婚をしようと考えていたみたいだ。私も家にいないことから、家に呼びデートを繰り返していたみたいだ。自宅に呼ぶと信頼感が増すと思ったらしい。独身だと思われなければいけないため、私たち2人で写っている写真はすべて片付けていたそうだ。騙される女も女だけど、生きている妻のものを勝手に使わせる神経が理解できない。そして浮気相手も、亡くなっていたとしても、よく前妻のものを使えるなぁと思ってしまう。神経を疑ってしまう。夫から話を聞けば聞くほど気持ち悪くて仕方がなかった。離婚してください。あなたとはやっていけません。わかった。悪かった。夫は抵抗することはなかった。なので、あっさり離婚することが決まった。きっと夫は自分が不妊の原因だったことに相当落ち込んでいる様子だった。慰謝料については請求させてもらうので、弁護士を通して話してください。証拠はたくさんあるから、あなたの有責になると思うわ。そうか。悪かったな。心ここにあらずの夫に、私は淡々と今後について話し、家を出た。私たちは離婚が成立。夫の有責だったため、慰謝料をしっかりいただいた。そして、浮気相手の女性が今回の件を自分の両親に話したようで、両親は大激怒。夫の会社の上司にも話が伝わり、出世街道からは大きく外れてしまったそうだ。今では窓際部署で出世とは程遠い生活を送っているみたい。夫はせめて浮気相手だけでも引き止めようと思ったのか。もう妻とは本当に離婚したんだ。君のことしか考えてない。嘘を一度でもつけば信頼はなくなるわ。すまなかった。離婚ができないだけでもう関係は終わっていたし、俺たちの関係はこれからも続くよ。弁護士の先生に連絡をして訴えるようにしているから二度と近づかないで。夫は既婚者でありながら結婚の話を持ちかけてきていたので、浮気相手の女性は
低層圏侵害で訴えることにしたそうだ。私への慰謝料も浮気相手への慰謝料も支払わなければいけない夫は、窓際部署でやりがいのない仕事でも働かないわけにはいかないので、常に同僚の視線にさらされながら仕事をしているみたいだ。そして落ち着いた頃に浮気相手の女性から、知らなかったとはいえ、傷つけてしまったので慰謝料をお支払いしたい。と連絡が来た。私は二度と関わりたくないので連絡をしないでくれと伝え電話を切った。私は離婚してすぐ二人で住んでいた家を売り払い、浮気相手が触れたであろうものがすべて気持ち悪くなり、引っ越しと同時にすべて処分した。新しい家に新しい家具と家電、服まで全て買い揃えたことでいいリフレッシュになった。これからは仕事に精を出して頑張っていこうと思う。